はい。皆さん、こんにちは。幸子です。日本語の先生をやっています。皆さんはジブリ映画を見たことがありますか？美しいアニメーションと素晴らしい音楽、感動的なストーリーがたくさんあって、どの映画もとってもいいですよね。でも、それだけじゃなくて、ジブリの映画は日本語を勉強するにもとても役に立ちます。今日はその中からセリフが聞き取りやすく、ビギナーでも楽しめる映画を3つ紹介したいと思います。それでは行きましょう。最初に紹介するのは子どもたちに大人気。わかりますか？はい、隣のトトロです。この映画は、さつきとメイの2人の姉妹が主人公です。さつきとメイの家族が田舎に引っ越してくるところからストーリーが始まります。ある日、メイが森でこのトトロですね、トトロという不思議な生き物に出会います。トトロは、これは小さいですけど大きいですね。大きくて、ふわふわで可愛いキャラクターです。さつきとメイはトトロと一緒にたくさんの冒険をします。隣のトトロは小学生のさつきと4歳のメイの会話がメインになるので、セリフが簡単で聞き取りやすいのが特徴です。大きいねやこれ何のような日常生活でよく使う短いフレーズがたくさん出てきます。特に4歳のめいちゃんのセリフはとても簡単です。さつきもいつもカジュアルな日本語を話しますが、お母さんに手紙を書くときは丁寧な日本語を使っていて、話し言葉と書き言葉の違いもよくわかります。ただ、おばあちゃんのセリフはちょっとアクセントに訛りがあって難しいです。でも田舎のおばあちゃんの言葉は日本人の私でもわからないことがあるので、そこは聞き取れなくても大丈夫です。田舎の自然や日本の昔の文化も感じられる映画です。私のお父さんがこの映画を初めて見たとき、俺の子供時代そのままだと言っていたので、今から70年くらい前の日本が描かれた映画だと思います。まだ電話が大きな家にしかなかったり、火を使う昔のお風呂が出てきたりと、今の若い日本人でも経験したことがないような古い日本の生活を見ることができます。トトロやネコバスなどのキャラクターもとても可愛くて、何度見ても楽しい映画です。リピートして見るのにはとてもおすすめの映画だと思います。次に紹介するのは崖の上のポニョです。この映画は海の中に住んでいるポニョという魚の女の子と人間の5歳の男の子ソウスケの物語です。ある日、ポニョは海から人間の世界に来てソウスケと出会います。2人はすぐ仲良くなり、一緒にいろいろな冒険をするというお話です。この映画のセリフはシンプルでとても聞き取りやすいです。例えば、ポニョ、ソウスケ、好きというポニョの有名なセリフがあります。5歳の子供が話す日本語がメインで簡単なフレーズなので、日本語を勉強し始めた人にでも分かりやすいセリフがたくさんあります。それから映画の中で、例えばソウスケのお母さん、大人が話す言葉も
おばあさんに話しかけたり、子供に話しかけるシーンが多いので、他のアニメに比べてスピードがゆっくりです。それから人間の世界に初めて来たポニョに宗介がいろいろなことを教えてくれます。これはトンネルだよとか、これは何々だよって教えてくれたり、ラーメンを作っている時3分待つんだよとか、初めて日本の文化を知る人と同じシチュエーションなので、日本語や日本の生活習慣を勉強するのにはぴったりだと思います。さらに崖の上のポニョには海や自然の美しいシーンがたくさん出てきます。映画を楽しみながら日本の自然の素晴らしさもぜひ感じてみてください。3つ目の映画は魔女の宅急便です。魔女の家に生まれたキキという女の子が13歳になった時に一人で街を出て自分の力を試す冒険の物語です。キキは飛ぶことができる魔法を持っていますが、街での生活は決して簡単ではありません。新しい環境で自立していくキキの成長を感じられる作品になっています。魔女の宅急便はカジュアルな日本語と丁寧な日本語、どちらも勉強することができます。魔女のキキは仕事をするとき、かしこまりましたとか、お伺いしますといった丁寧な敬語を使って大人と話しますし、友達や猫にはカジュアルな話し方をします。日本人は丁寧な話し方とカジュアルな話し方を切り替えてスイッチして、話すので、どんな時に丁寧な言葉を使うのか、どんな時にカジュアルな言葉を使うのかがこの映画を見るとよくわかります。この映画は今まで紹介した2つの映画よりも難しい言葉が時々ありますが、敬語を勉強した人だったら見るのがいいと思います。今3つの映画を紹介しましたが、いかがだったでしょうか。ここでジブリ映画で日本語を勉強するときに注意することをお伝えしようと思います。これはジブリ映画だけでなく、アニメを見て勉強するときの注意になるのですが、セリフをたくさん覚えて真似して使うと、ちょっと今の日本人が使っている日本語と少し違うことがあるので注意が必要です。例えば、ポニョの映画に出てきたセリフ、そうすけ好きとか、これきれいというと、かなり子供っぽい感じになります。それからジブリのアニメでは You あなたという言葉や君とかあんたという言葉が出てきます。これは日本語ではあまり使わない方がいい言葉になっています。それでもジブリの映画の日本語は美しい日本語が多いです。聞く力、リスニングの力をつけるのにはとてもいいと思います。最初は英語の字幕をつけて、その後日本語の字幕にして見てみるのもいいと思います。何回も見るのが大切なので、大好きな映画だったら繰り返し見て勉強することをお勧めします。レベルは上がりますが、今日紹介した映画じゃなくても、ジブリ映画なら悪い言葉や失礼な言葉も最近のアニメに比べてとても少ないので、
綺麗な日本語を勉強するのにはぴったりだと思います。それでもスーパービギナーには映画を見て勉強するのはとても難しいと思います。映画でも難しいなと思った人にはこのジブリの絵本をおすすめします。このジブリの絵本はですね、子供のために作られた絵本です。私の小学生の娘も読んでいる本です。振り仮名もあって優しい日本語で、書かれています。もちろん、このですね大人気「千と千尋の神隠し」とか、映画でやった、作品は全部絵本のシリーズにもなっています。Amazon などオンラインで買うこともできますし、日本に行った時本屋さんで見つけたり、古本屋さんでも、時々子どものコーナーで見つけることができます。なのでこちらは、とても簡単に書かれているので、自分の好きなジブリ映画がある人はこちらの本で勉強するのもとてもおすすめになっています。はい、それでは今日は、ジブリの映画日本語勉強におすすめなものを3つ紹介しました。ぜひ、ジブリの映画をたくさん見て、美しい日本語を勉強してみてください。それではまた。